走して18ヶ月潜入した女性記者が絶望した男性特権の正体。男性の優位性を証明するために男として18ヶ月過ごした女性ジャーナリストがいます。その過程も結末も衝撃という言葉がぴったりです。そのドラマチックな生涯とお金の影響までご紹介します。この動画を見れば潜入取材の頂点と言われた狂気がわかります。特権。1990年代後半からジャーナリストとして活動していたノラ・ヴィンセントはある根源的な問いを抱いていました。それは男性だけが享受しているとされる社会的優位性、いわゆる男性特権の実態です。当時、ロサンゼルスタイムズなどで論説を執筆していた彼女はレズビアンであることを公表しており、女性として生きる中で感じる制約や視線に敏感でした。一方で、男性は生まれながらにして自由を謳歌し、権力を握り、不自由なく社会を闊歩しているように見えていました。しかし、彼女はそれを単に外部から批判するだけでは不十分だと考えました。フェミニストとしての自身の信念が正しいのか、あるいは男性という存在には女性には見えていない別の側面があるのではないか。ノラ・ヴィンセントは2003年、自らの体を使ってその境界線を越える決断を下します。それは男性として社会に溶け込み、彼らがどのような特権を享受し、どのような言葉を交わしているのかを文字通り内側から暴き出すための過激なリサーチの始まりでした。彼女が目指したのは単なる取材ではありません。特権というベールの裏側にある真実をつかむための命がけの実験だったのです。潜入。ノラ・ヴィンセントは男性になりきるために並外れた執念で準備を進めました。彼女はまずメイクアップアーティストの助けを借りて平らな胸を作るためのバインダーを巻き、顔には無精髭を植え付けました。さらにボイストレーニングを重ねて喉の奥から発生する技術を習得し、低く響く男性の声を身につけます。こうして彼女の中にもう一人の人格であるネットという男性が誕生しました。2003年から始まったこの潜入取材は18ヶ月という長期間に及びました。彼女はネットとしてボーリングチームという男ばかりのコミュニティに加わり、毎週木曜日の夜に彼らとビールを飲みハイタッチを交わしました。また、修道院に身を寄せて静寂の中で男たちの祈りに触れ、時にはストリップクラブへ足を運び、男たちが女性に向ける視線の正体を探りました。さらに彼女はネットとして女性とデートを重ねるという試みも行いました。女性をエスコートし、食事代を払い、会話をリードする立場を経験することで、男性が恋愛市場で背負わされる役割を肌で感じようとしたのです。彼女はこの間、一瞬たりとも気を抜くことは許されませんでした。トイレに行く時も、シャワーを浴びる時も、ノラ・ヴィンセントとしての自分を殺し、ネットという嘘を突き通さなければなりませんでした。徹底した完全没入は、周囲の誰一人として彼女が女性であると疑わないほど完璧な変装として成功を収めていきました。発見。18ヶ月にわたるネットとしての生活の中で、ノラ・ヴィンセントは予想もしなかった真実に突き当たります。彼女が暴こうとしたのは男性の特権でしたが、実際に見つけたのは男性という性別が背負わされているあまりにも過酷な精神的制約でした。ボーリングチームの仲間たちと過ごす中で、彼女は男性同士のコミュニケーションがいかに感情を排除したものであるかを実感しました。彼らは互いに親密になっても、心の内にある悩みや弱さを決して口にしませんでした。男は強くあるべき、男は感情を見せてはいけないという見えない規律が彼らを孤独な沈黙の中に閉じ込めていたのです。また、女性とのデートを通じて、彼女はさらなる衝撃を受けました。男性は常に拒絶される恐怖と戦いながら、自信に満ちたリーダーを演じ続けなければなりません。食事をおごり、場を盛り上げ、女性の期待に応え続けるという義務。それは、彼女が想像していたような自由な特権ではなく、一歩でも踏み外せば男として失格の烙印を押される終わりのない労働のようなものでした。ノラ・ヴィンセントは後に、男性であることは感情を殺して歩き続ける感情の砂漠のようだったと回想しています。彼女の目に映った男性たちの姿は特権を享受する勝者ではなく、社会が作り上げた男らしさという厳格な型にはめ込まれ、誰にも助けを求められないまま疲弊しているもう一つの被害者たちの姿でした。この発見は彼女が抱いていたフェミニストとしての世界観を根本から揺るがすことになります。頂点。2006年、潜入取材の全記録をまとめた著書セルフメイドマン・フォー・ダイ・マンメイドマンが出版されると世界は激震しました。リベラルな女性ジャーナリストが男装して男性社会の深淵を覗き見たという前代未聞の試みは瞬く間に社会現象を巻き起こしました。本書はニューヨークタイムズのベストセラーリストに名を連ね、ノラ・ヴィンセントの名前は全米、そして世界中に知れ渡ることになります。彼女はアメリカで最も影響力があると言われるオプラ・ウィンフリーのトーク番組に招かれ、自身の体験を赤裸々に語りました。ABC ニュースの2020といった主要メディアもこぞって彼女を特集し、ジャーナリズム界の新しい騎士として彼女の名声は頂点へと上り詰めました。読者からは男性の孤独を代弁してくれたという感謝の声や既存のジェンダー感を打ち砕いたという称賛が相次ぎました。彼女が提示した男性もまた性別の役割という檻の中にいるという視点は当時のジェンダー論に一石を投じ、学術的にも大きな議論を呼び起こしました。民税による莫大な収益、メディアからの絶え間ないオファー、そして社会を変えたという確かな手応え。ノラ・ヴィンセントは一人のフリーランスジャーナリストが到達し得る最高峰の成功を手にしたのです。
彼女のペンは世界を動かす強力な武器となったかに見えました。代償、成功の絶頂にある一方で、ノラ・ヴィンセントの精神は限界を迎えていました。18ヶ月もの間、自分自身を捨ててネットという偽りの男を演じ続けた代償は、彼女が想像していたよりもはるかに重いものでした。彼女を最も苦しめたのは、周囲を欺き続けているという圧倒的な罪悪感です。ボーリングチームで自分を温かく受け入れてくれた仲間たち、ネットとして心を通わせた友人たち、彼らが誠実であればあるほど、その信頼を嘘で裏切っているという事実に、彼女の心は引き裂かれました。誰とも本当の自分で接することができないという極限の孤独が、彼女のアイデンティティを内側から崩壊させていったのです。取材を終えて、ノラに戻った後も、彼女は鏡に映る自分が誰なのかわからなくなるという、乖離的な感覚に襲われました。男性として過ごした記憶と女性としての現実が混濁し、日常生活を送ることさえ困難になります。さらには、出版後の熱狂的な反応や、ジェンダーの代弁者として祭り上げられる世間の目が、疲れ果てた彼女をさらに追い詰めました。ついに彼女の精神は、重度のうつ病という形で悲鳴を上げます。かつては、鋭い論理で世界を切り裂いた知性は、自らが生み出したネットという幻影と、社会的な期待の重圧によって、深い闇の中へと沈んでいきました。彼女は、真実をつかむために支払った代償が、自分自身の魂そのものだったことに気づかされることになります。不屈、精神の崩壊というどん底を味わいながらも、ノラ・ヴィンセントは、書くこと、そして真実を追い求めることを諦めませんでした。彼女は、自分を蝕んだうつ病や、精神的な苦痛から逃げるのではなく、その痛みさえも次なる探求の対象へと変えていきました。彼女は自身の回復のために通った精神科医療の現場に、今度は患者として自ら志願して入院するという新たな潜入取材を敢行しました。それが2008年に発表されたボランタリーマッドネスです。そこでも彼女は安易な観察者であることを拒み、システムの内側に身を投じることで、現代の精神医療がいかに非人間的であるか、そして患者たちの尊厳がどのように扱われているのかを告発しました。自身の心が壊れ、恐怖に震えながらも、彼女はペンを置くことを拒み続けました。どれほど傷ついても、真実に触れるためには、現場へ戻るしかないという、ジャーナリストとしての狂気にも似た義務感が彼女を動かしていました。彼女のご半生は、常に病との戦いでもありましたが、その筆致は以前にも増して、繊細さと深みを増していきました。自分自身の弱さをさらけ出し、人間の脆さを直視し続けるその姿勢は、まさに不屈と呼ぶにふさわしいものでした。彼女は、壊れてしまった自分を修復しようとするのではなく、その壊れた破片を一つ一つ拾い集め、言葉という形にして世界に示し続けたのです。最後、ノラ・ヴィンセントは2022年7月6日、スイスにおいて53歳で、その生涯を閉じました。彼女が選択したのは、医師の管理下で行われる、介助自さいう形でした。ジャーナリストとして、そして作家として、常に自分の人生の主導権を握り、徹底的に真実を追い求めた彼女らしい、あまりにも峻烈な決断でした。彼女がこの道を選んだ背景には、長年彼女を苦しめてきた、重度のうつ病がありました。18ヶ月に及ぶ男装潜入取材で負った精神の傷、そして続く精神科病棟への潜入。彼女は他者の人生や社会の闇を自分自身の心に深く刻み込みすぎた結果、自分自身の魂を癒すためのエネルギーを使い果たしてしまったのかもしれません。彼女の死後、ニューヨークタイムズをはじめとする世界中の主要メディアがその死を大きく報じました。彼女が命を懸けて世に送り出した言葉たちは、一人の人間の限界を超えてまで他者を理解しようとした究極の共感の記録として、今もなお色褪せることなく残されています。最後まで自分自身の存在と向き合い、自らの手で人生の幕を引いた彼女の姿は、私たちが生きるこの社会がいかに過酷で、同時に一人の人間の精神がいかに高潔であり得るかを無言のうちに物語っています。彼女の死は一つのキャリアの終わりではなく、彼女が問い続けた人間とは何かという問いを私たちに永遠に引き継ぐ儀式でもあったのです。影響、ノラ・ヴィンセントが残した最大の経済的インパクトは、出版不況と言われる時代において、個人の極限体験が数百万ドルの市場価値を持つことを証明した点にあります。彼女の代表作は全米累計で数十万部を超えるセールスを記録し、当時のハードカバーの単価や複数の言語への翻訳権料、ペーパーバック化、オーディオブック化といったライツビジネスの広がりを考慮すると、一冊の著作が動かした直接的なキャッシュフローは少なくとも数億円規模に達したと推測されます。彼女のようなトップクラスの著者の場合、出版社から支払われる契約金アドバンスだけでも数十万ドルに及びます。アメリカの税法上、これらは事業所得として課税対象となりますが、潜入期間中の多額の経費、つまり変装費用やボイスレッスンの謝礼、移動費、さらには長期にわたる精神治療費などは取材活動に不可欠な必要経費として計上されたはずです。彼女の収支は高額な売り上げを上げつつも、その真実を得るための売上原価が極めて高いハイリスクハイリターンな事業構造そのものでした。また、彼女の成功はジェンダードキュメンタリーという出版ジャンルの時価総額を押し上げました。彼女以降、同様の没入型ジャーナリズムに対する出版社の投資意欲は高まり、結果として多くのライターに職と予算をもたらす経済効果を生んでいます。
しかし、彼女の人生における最終的な利益が何であったのかを考えるとき、そこには皮肉な数字が浮かび上がります。ベストセラーによって得た莫大な所得と、それにかかる高い累進税率の納税。一方で、精神を病んだことで失われたその後の労働生産性と若くして自死を選んだことによる逸失利益。これらを天秤にかけたとき、彼女が社会に供給した真実の付加価値に対するコストは計り知れません。彼女が得たもの、残したもの、失ったもの、真の評価はこれからなのかもしれません。皆さんはどう感じましたか？